ただ次の日の朝、もうベトナムのハノイに向けて次の飛行機に乗ってました。皆さんこんにちは。いつも倉本ゼミをご視聴いただきありがとうございます。今回はね、大変なスケジュールをちょっとやってます。前回までね、ちょっとメキシコ旅をお伝えしてたと思うんですけども、メキシコからね、1週間の旅でメキシコから帰ってきて、1日だけ東京戻りました。1泊だけ。ただ次の日の朝、もうベトナムのハノイに向けて次の飛行機に乗ってました。はい。もうさすがにすごいしんどいなと思ったんですけど、ちょっとどうしてもね、メキシコの方々の都合とベトナムの都合を考えると、このスケジュールになってしまったっていうことで、1泊だけ東京戻って次の日の朝にはベトナムに飛ぶという。前はね、ちょっとね、ホーチミン行った今回ハノイっていうところに行ってきました。今回はね、またね、ハノイもね、ちょっと1日早めだったんですけどね、僕、一人の時間がちょっとあったんで、周辺ね、散策したんで、見てください。どうぞ。はい。そういうわけでね、ベトナムはね、僕のね、お知り合いがいるうなととさんのね、お店があったりね、ホーチミンだけじゃなくてハノイまで展開してるなっていうのがちょっとびっくりしたんですけどね。はい、うなととさんも見かけたりとかっていうね、あとちょっとスターバックスさんとかもあって、スターバックス入ってましたね。入ってみましたけどね。やっぱベトナムは物価が安いのかな、日本から比べれば半額ぐらいだったかな。で、飲めますね。はい。味は全然世界各国共通なんで、同じクオリティのものが出てましたけども、これね、ちょっとね、道中見て、すごい交通量です。バイクと車がもう行き交って、もう信号もね、守ってるのか守ってないのかよくわかんないようなね、ちょっとね、状態でね、渡るのね、大変でした。もう、危ないなとか思いながら渡ってましたけどね。ちょっとハノイもどんな旅になるか、今後ね、ちょっと見ていただきたいと思います。ということでね、今回の動画は、ベトナムのハノイの、ご紹介をいたしました。このチャンネルでは私が行っているラーメン店投資の情報配信や物件視察からオープンまでのコンサルティング工程をご紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。いつでも面談を開催しておりますので、ラーメン店投資に興味を持っていただいた方は、概要欄にある LINE 公式アカウントよりお問い合わせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。